こんにちは、快適アートです。今回もイラストメイキングをしていきます。こちらは前回描いたみこさんのイラストです。今回はこちらの男性と犬足を描いていきます。下絵はもう転写済みで、こんな感じの下絵です。線画には呉竹の墨を使っていきます。黒い墨とカラーの墨を何本か選んで混色しながら線画の色を作っていきます。固形の墨ですので、まずはすずりで擦ってから使っていきます。前回も線画に色をつけてみたんですが、今回はよりカラフルになるように色を青と黄色と赤の3色を選んでみました。黄色、オレンジ、紫、青っていう順番になるように色を作っていきます。まずは明るくする予定の部分の線画を黄色で描いていきます。グラデーションの線画を作っていくので、明暗の設定をしながらそれに合わせて色を変化させていきます。私の絵の場合は結構こってり塗っていくタイプなので、この線画は最後までちゃんと見えるっていうわけではないんですけれども、なんとなくでも線に色味がついていることで、絵の雰囲気が柔らかく見えたりとか、あとは塗り進めていくときにこれを頼りにしながら明暗を作っていくみたいなことができるかなと思って最近こういうことをしています。あとは単純にこの線画の段階で結構いいイラストが描けてるなっていうのがすごい満足感が高いので、この状態で最近は一旦完成にして静止画を撮ったりもしています。背景に墨を使いたいので、別の黒い墨を使うことにしました。こちらは青木といって少し青っぽい墨です。カラーの線画を始めるまでは、この青っぽい種類の墨を線画に使っていました。この墨の特徴としては、青っぽいっていうのもそうなんですが、滲みが結構綺麗にできて、描画するのに向いてたりするっていうのはあると思います。アクリルデネブは結構表面に水がとどまりやすい紙ですので、こんな風に水を敷いてから墨を使うことによってふわふわっとした彩色をすることができます。余った墨を使って陰影を最初に入れていきます。こういう固形の墨は一旦乾くと完全に取れなくなりますので、こういう風に薄塗りしていくともうこすっても全然取れない感じになります。ベタっと濃い濃度で塗ると表面にある分は取れちゃうんですけれども、こういう風に紙の繊維にしっかり入っていったものに関しては、この上からこすっても全然取れません。描いていく時の下準備程度に陰影をつけてみました。絵墨の面を使って肌の色を塗っていきます。女の子を描くときは結構ピンクとかオレンジとかを最初から入れたりもするんですけれども、男性ですのでお化粧しないっていうことを考えてピンクとかは少なめにしています。
唇とかが一番難しいって感じたんですけど、やっぱリップを塗ってピンクとかオレンジとかにしてる方がなんか自分は描きやすいなって思うんですけど、イメージとしてはプレーンのマネキンみたいな感じで最初は塗っています。次はキッショーの岩彩を使って鳥の色を塗っていきます。水を塗ってから絵の具をにじませるようにして色の変化を出していきます。今回の絵は実はリクエストで以前いただいたものを描いていて、この絵のモチーフは鷹匠といって、鷹とか、猛禽類を使って害鳥を追い払ったり、あとは狩りをしたりするっていう人たちがいるんですけれども、それがリクエストで来てたので今回描いてみました。リクエストで来たのはすごく前で、それは線画本のアンケートを取っていた時に描いてくださいっていうことであったんですけれども、今もオリオンさんが Amazon と楽天で販売してくれてるんですが、私の線画本に関しては B5 サイズで作っていますので、少しこの鷹匠を描くにはフィールドが小さいなっていうので見送ってたっていうモチーフになります。今回はアクリルデネブの F6 サイズに描いていますので、十分に大きく描けるのでチャレンジしてみました。鷹とワシの違いっていうのがちょっとよくわかんなくて調べたんですけど、大きさの違いくらいで、生物的には結構同じようなもので、鷹匠の人でもなんか調べたらイヌワシを普通に持ってる人とかもいたんで、イヌワシをかっこよく描いてみました。羽のところはグラデーションで色を塗っていくんですが、こんな風にちょっとタッチをつけて羽の方向を描いてあげるとすごい質感も出てきます。乾いてから再度加筆してちょっと形をシャープにしています。このやり方は一回濡らしてしまうと一気にやっていかないといけないので、最初に絵の具を全部いい色を準備しておくっていうのが結構大事です。次は髪の毛の色を塗っていきます。緑、紫、オレンジを使ってカラフルに下塗りをしていきます。今回は黒髪の男性を描きたいなと思ったんですが、黒でベタっとなると地味になるので、明るいところにいろんな色味が見えてくるような髪色がいいかなと思ってこういう下塗りにしました。カラフルな明るい部分を残しつつ陰影を入れていく感じでだんだんと黒くしていきます。次にターナーアクリルガッシュのジャパネスクカラーを使います。こちらの絵の具は日本の伝統色をテーマにしていて、セルロースの粉が入っているので少しザラザラとしたテクスチャーがあります。今回は薄塗りでこれを使っていくので、ザラザラ感はあまり感じられないかもしれないんですが、すごい色味が和風でいいのがいっぱいあるので、その中から選んで使っていきます。この広い面積の衣装を塗るのが水彩だと重ね塗りが剥げちゃったりすると怖いなと思ったので、今回はアクリルガッシュを選びました。水を多く加えて水彩の要領で重ね塗りして描いていってるんですが、割と
いいかなというか、水彩っぽい感じにできるもんだなっていうふうに思いました。水彩と併用しているので、あんまりベタっと塗ると異質な感じになってしまうかなと思って、今回は水を多く加えて水彩っぽいタッチで塗っているところを多くしています。こんな感じでだんだんと濃くしていっているんですが、アクリルガッシュ薄塗りと水彩の併用っていうのは結構うまくできると思います。ここら辺からはちょっと白っぽい色味とかも使っていってるんですが、白っぽい色味、濁った色味をアクリルガッシュで使うと不透明で重厚感が出る感じになってきたりするので、質感によってその不透明透明を使い分けていくような感じで使えると、今後もなんかいい表現ができるのかなと思います。上から陰影を足して調整していきます。F6 サイズってそんなにめっちゃでかいわけではないんですけれども、やっぱり全体の統一感とかを出していくっていう意味では、こういう薄い塗りの一層を重ねるっていうのが結構役立ったなって思います。絵の具を飛ばして背景にアクセントをつけています。細部の書き込みをしていきます。アクリルガッシュのメタリック色で着物の柄を入れていきます。着物の部分結構のぺっとしていたんですけれども、柄を入れることによってアクセントにもなるし、なんか手が入ってる感じにもなるので、派手派手にはしないんだけど、
同系色でまとめた柄を入れてみました。ちょっと録画はできてなかったんですが、この後ちょっと白を入れたりして柄の完成です。次はこちらのボールペンを使っていきます。ユニボールシグノのシルバーとゴールドです。特にこのシルバーの方が私結構気に入っていて、なんかこういう風にアクセサリーを描いたりするのにちょうどいい感じです。結構光る感じのシルバーです。アクリルガッシュのパールイエローを使って光が当たっているところに金色の反射を描いていきます。これは普通の状態では見えないんですが、傾けると金色に光ります。最後はまつげとかを描いて仕上げをしていきます。もうちょっとなんか要素が欲しいなと思って、しぶきを飛ばしたり、絵の具を落としたりしてみました。もうここまで完成してこの作業するの結構勇気がいるんですけれども、アクリルガッシュで描いているところが多いので、すぐに拭けばこんな風に取れたりするので、失敗しつついいところに落ちたやつを残していくっていう感じで描いてみました。最終的にはね、手で飛ばしちゃうみたいな感じになったんですけども、意外と思ったところに全然いかないので、すごいこれ極めて練習しようかなって思ったぐらいなんですけども、最終的にはちょっとね、どうしても無理だったので、筆で書き込んだところもあります。それでは完成を見ていきます。着物の部分はこんな感じで角度によっては柄が見えます。アクリルガッシュのパールイエローを使ったところはこんな感じで傾けるとキラキラしています。アクセサリーはシルバーのペンでこんな感じです。
それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。